こんにちは、こごめありです。紙絵師になりたいので、褐色毛も耳の女の子を描きます。まずは、描きたいイメージをつかむため、シルエットを塗ります。ほっそりした立ち絵なので、髪の毛で画面を埋める構図にしました。元のデザインがないため、今回は色も置きながら、シルエットとバランスを見て練っていきます。青と黄色をアクセントにすると決めてデザインしていきます。途中で天体モチーフを取り入れたいと思い、古代エジプト、占星術で調べたところ、ちょうどいい図があったので、星の装飾にぼんやり取り入れています。とはいえ、そんなにガチガチには引っ張りません。なんとなく、褐色毛もみみちゃんと言ったらこうだよね、という大枠のイメージは崩さないようにします。今更ですが、撮影中に拡縮、反転、回転を多用するので画面がチカチカします。無理をしないで見ないでいただくか、低速再生するか、ここを見ていてください。線が終わりまでは60倍速、塗りからは30倍速になっています。ペンは落書きミリペンを使用しています。とっても軽いのでおすすめです。強弱はほぼつけません。強弱とは陰影のことだと考えているので、塗りの時につければいいや派です。今回は即興で描いているのもあって、後からバランス調整したいだろうなと考えたため、頭、上半身、下半身と後ろ髪でレイヤーを分けて描くことにしました。金属装飾はこのように縁をつけたレイヤーで上から描いています。デザインもここでさらに練って決めています。杖を持たせるときに手と足の間に差し込むだけで楽でした。色を塗ります。はじめに肌の影だけざっくり置きました。メモのようなもので光の向きと陰影のコントラストのバランスの基準にします。最近の目は瞳孔や縁、ハイライトなどの形だけ描き込んで終わりということが多いです。黄色いまつげはやめて無難な黒にしました。特別なこだわりがなければ可愛い方を選びます。塗りに使ったブラシは概要欄に載せておきます。特に肌はザラザラしたブラシで塗るのがマイブームです。髪の塗りは比較的ざっくりです。この絵の場合は後ほど上から髪の束を描きまくって密度を上げます。色塗りは光と影の2色で成り立つように色を置くというルールにしています。ベースの色を光とするか影とするかは絵によって変わります。パーツによっても変わります。この絵の場合は、例えば肌はベースが光の色、髪はベースが影の色となっています。伝わりますかね？影を塗るか光を塗るかという感じです。背景があって周りの色や光源の設定があるタイプだとどちらかに固定した方が良いと思います。今イラスト100日チャレンジを SNS で行っています。100チャレは2回目で去年きっちり完走しましたので、今年は適度にお休みをしてもいいとしています。勝手に。ただ16日目現在で3回休んでいるので100日が過ぎすぎて申し訳ないです。とはいえほぼ100日ということでよろしくお願いします。すべてのイラストでタイムラプスもあるのでショート動画に横流ししていきたいとも思っています。お母様がお子様に見せても良さそうなものを厳選しますが、またファンボックスでは毎月イラストレイヤーデータの配布を行っています。レイヤーデータはかなり縮小しているのですが、無料のサンプルデータもあるので、ご興味あればぜひお役立ていただけますと幸いです。加工と書き込みです。グレーの状態も見ながら色を鮮やかに持ち上げることが多いです。またキラキラを足したりトリミング位置を調整したりします。帯の模様を入れようとしましたが焦点が散ってしまうと考えたためなしにしました。見てほしい顔周りなどは密度を高く、それ以外のところは低くといった視線誘導にも気をつけています。
最後に1枚に統合したレイヤーで変形修正をしていきます。奥にある手が大きかったので、そこも直して完成です。ご視聴いただきありがとうございました。フォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。